ガンダムの塗装で慣れてるので任せてください。嘘でしょ本当に。こんにちは、バリです。今日はちょっと狭いんですけど、車の中からまた DIY をお届けしたいと思います。これは今アニマルフェンスっていうのを買ってきました。タヌキちゃんがいるのでね、ここは農作物を食べられないようにフェンスをしてみようかと思って買ったんですが、結構大きくてかさばっています。それで今日何をするのかというと、今日はですね、じゃ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 ん。あ、重たい。よいしょ。これです。これはメルクシパインという木。大きめの木が欲しくてまたホームセンターに行ってきました。すごく長い、移りきらない板と、そして触りに良さそうなこの角材、長いよ、角材。そして大工さん、このサイズが便利です。大工さん、このサイズが便利です。と、ちょっとお腹入れる。お腹デブデブに見えるからね。アクリルラッカースプレーとクリアラッカー透明。クリアだから透明に決まってるじゃんって思ったけど、透明じゃないのもありました。さあ、ここまでで何を作るか分かったつわものはおりますか？多分次で分かると思います。あ、次じゃ分かんないか。ヌーロって書いてあるこれは水性木部用ステイン。そしてはい、これで分かったでしょう。これをなんと3個3個買いました。そうです。今日私はこの車に置いておくテーブルを作りたいと思います。私はこの車を日本昔話みたいな、そんな和風の癒される空間にしたいなって思っているんですが、イメージではやっぱりチャプ台を置きたいなって思います。しかしこの軽バンの後ろの席に円形のテーブルを置くのはちょっと邪魔です。なので半円にしてやろうじゃないかという魂胆です。まあ丸いものを半分にするっていうだけなので、今日もパパッと終わらせられる予定でしたが、よく見てみると塗り重ねは4時間以上置いてから行い、塗り重ねるときは1時間以上（20度）とか、乾燥時間約1時間（20度）とか書いてあります。ということで、今日中に仕上げることは無理ということを今知りましたので、それでは今日も張り切ってやりましょう。虫出さなきゃね。ごめんなさい。虫さん、お待たせいたしました。あ、そう。行くよ。見てて。1回で開けるからね。それでは、まずはやっぱり鉄板からいきたいと思います。天板かな。前回ホームセンターの人がすごくいい感じに切ってくださったので、今日も頼みました。今日も端を円に切るだけです。円をまず描かなければ。ここは絶対動かさないで。よし。そっか、ちょっとやってしまった。まあいいでしょ。さあ切ろう。てかあんま大きくないな。めっちゃ順調。見てほら。
しょう。ここがいけなそうなんでノコギリで切ろっかな。今日すごく暑いので室内でやります。この糸のこも結構使ってるので刃を変えようかなって思います。糸のこの買えば木工用。大丈夫そう。ここだった。思い出した。取っ手を回す。あれ、全然刃の形状が違う。木工用合ってるよね。木工用。難しいな。前の刃より切れないよ。やばい、全然進まない。だってさ、トゲトゲしてないんだよね。トゲトゲあんまり。こういうものでも木工用って書いてあったもんね。こういうものってこと前の方がいったけどな、スムーズに。でもそういうことでしょ。木はそんなにギザギザがいらないっていうことでしょ。本当に全然違うけど、一般のこういう柔らかい木材、柔らかい木材なんてあるの？柔らかい木なんてあるの？それはもう木じゃないでしょ。間違えた私。嘘でしょ。本当に合ってる？ちょっと待って、さっきのに変える。柔らかい木材なんて聞いたことがないけど。ちょっとガタガタになってしまったのでヤスリして挽回します。待って、あれ折りたたみ式にする予定なんですが、これだと折りたたまれない。こっち側に寄せたけど、こっち側に寄せた方がやりやすそう。お豆腐みたい。腕を上げた感じがする。熱いよし。で、全部同じ長さにしました。はい、パタン。なんで
したんだけど27.5 でいけるって。私こっからここで測ってたけど、実際はこっからここなんだ。これが 4.5 だから、あと 4.5 キロ。もう1回でやって、やり直し。320番。でもなんかあんまり削りすぎると重くなりそうなので、これくらいにしておいてやろう。そしてアクリルラッカースプレーを塗りたいと思います。後から調べたらシリコンスプレーの方が耐久性はあるそうですが、もう買ってしまったのでこれでいきます。これね、スプレーはガンダムの塗装で慣れてるので任せてください。お出かけ前に続きをちょっとやっていきたいと思います。私にしたら上出来だと思われます。で、つけるのがこれなんですけど、なんかね、めちゃめちゃ硬くて、こうやってこういう風にこうやってこうするのが、どういう風に力を入れてもこうならない。きっとつけて遠くから力を入れたらいくのかもしれないけど、どうなるかわかんないけどつけます。でもこれしかホームセンターなかったのでこれだと思います。ちょっとねしないと危ない。すごい短いネジを探しました。ホームセンターってすっごいいっぱいネジがあって、正直違いがよくわからないのがいっぱいありました。途中ですがもう時間なんで行ってきますあんま進まなかった秘密基地に来ましたが、昨日の夜一生懸命ビス止めたんですけど、このなんか根元まで入りきらないというか浮いているというか、それで空回りしちゃうんですよ。ずっと閉めても閉めてもずっと回り続けているので、なんかこのネジの頭っていろんな種類があるみたいだったので、今ここ来る途中にホームセンターで平らなやつを買ってきたので、それに交換したいと思います。なんか気になるから。こんなビスだったんですけど、こっちのビスに変えたいと思います。こっちだと、変えたらちゃんと止まった。さっきまではいくら回しても止まらなかったけど、これは止まりました。だからこっちの方がいいと思います。全部付け替えましょう。はい、できましたこっちの足の方は半分ぐらいの長さのネジにしています。さっきよりピタッと止まりました。それでは設置してみます。ちょっと硬い
出てしまいました。わざとやったように見えなくもないかもしれない。そして折りたたむために足をどんどんと私は切りましたが、当初の予定ではこの上の隙間によいしょ、こうやってぴったりとはめるつもりで設計しましたが、そうすると折りたためなかったので、まあ一発目としてはいいと思いますが、めっちゃ時間かかった。よく見るとニスが周り厚塗りしてあったり、ハケの跡がついてたりと味だらけで、ここは切るのに苦戦したところ。随分斜めだな。こんな感じで今回は車内用のテーブルを DIY したんですが、なんか想像以上に小さく低くなってしまいました。和の雰囲気の車内にまた一歩近づいたことと思います。そろそろ本当にインパクトドライバーも購入しようかなと思います。今回結構この長いところのネジを入れるのとかすごい大変だったので、いつもためにならない動画なんですが、見ていただいて本当にありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。